ございます。2日目の朝はコーカーというシンガポールの屋台で朝ごはん兼昼ごはんを食べるところから始まります。いい感じで綺麗で、いろんな結構中国系が多いですけど、私は今日はなんだっけ、カヤトーストというパンを食べたくてですね、ここに来ました。ちょっと食べちゃったんですけどこれね、朝って感じで、こんな感じで、温泉卵をもうちょっと柔らかくしたような卵2個と、なんかちょっと甘いサンドイッチがセットでついてきて、これがカヤトーストと言われるシンガポールの、定番の朝食らしいです。でコーヒーもね、普通のコーヒーって言ったらめっちゃ甘いの出てきた東南アジアあるあるで甘い美味しいからいいんですけどね、これで私のガソリンも補充していきます。うまい。朝食食べまして、早速シンガポール一周11になっちゃった。シンガポール一周チャレンジしていきたいと思います。一周って言ってもなんとなくですけど、北西の方にある、なんかワニとかが普通に生きてる生活してる湿地帯というか公園みたいなのがあるらしいので、そこをまず目的地にして走っていきたいと思います。所要時間がね、また結局30分とか40分とかで4分の1いけちゃうんで、ちょっとね、なるべく時間かけて楽しんでいきたいですこれね、自転車で1周とかする人もいるんですけど、6時間でできちゃうらしいんですよ。バイクなんかでね、やったら何時間で行けちゃうんだっていう話なんで、なるべく時間をかけて楽しみます。よし、行こうか。2日目みたいなもんなんですけど、1日目はね、夜来たんで、だからちょっといろんなシンガポールを見たいと思うので、綺麗じゃないところ言い方悪いけど、整ってないところ、自然があるところを目指していきたいですね。で、なんかね、北西じゃなくて北の方になんちゃら島っていう島にフェリーに行ける場所があるらしくて、バイクを寄せられないんですけど、身一つでね、マングローブとかがいっぱいある自然を感じたいと思います。
ね、なんでモザイクかかってるんだろうって思いましたよね。シンガポールの北の方、結構軍用基地が多くてですね、軍用基地、学校いろいろ含めて道路にこんな感じで撮影禁止の看板が何メートルだろう、30メートル間隔ぐらいで常に置いてあって、なんと北半分ほとんど撮影できておりません。それではこの撮影禁止であることに気づいたカゼパのシーンからどうぞ。あ、ここら辺あれか、基地だ。航空基地。なんか米軍とか、米軍とかかな。なんか、新婚なんだから。見えない。見るとすごい。なんか撮影禁止の看板消えたので、撮影カメラ回しました。軍の基地ら辺は撮っちゃダメみたいですね。でも、そこら辺の道がめちゃくちゃ良かった。ちょっとしたワインディング、平面のワインディング表現あったで、いい感じに木もすごい滑ってて、でも大振りできてないはずなんですけど、ぜひね、気になる方はその目で確かめに来てください。軍の基地だからね、さすがに、ダメだと言われる理由もわかる。多分シンガポールの軍じゃなくてアメリカ軍の基地らしいですね。それはもうしょうがない。すごい、何十メートルかに1個すごい看板立ってて、絶対にダメだろうっていう原因があって、それでね、私が動画出して捕まりたくて消させていただきます。逆にこの目でしか体験できないことを体験できたので、結果良かったです。これか、これだ。ギリギリ一歩タッチの差で違った。急に森の香りがする。下アスファルトで舗装されたところで、よし。はい、なんだっけここ、クランジコスタルネイチュアパークってとこに来ました。もうすでにすごい朝の雨があったからかもしれないけど、森のモイスチャーを感じております。これ入り口がどこかマジで分かんないんだけど、ちょっと散歩してみましょうか。行ってきます。はい、到着しました。すごい駐車場盛りすぎて何もないんじゃないかと思ってたけど、ちょっと歩いた先にこんなに文明がありました。曇ってるおかげでね、直射日光がないからだいぶ元気に歩き回れそうな気がします。空気気持ちいいです。なんかいろんな種類の鳥がここ見れるらしくて、作られてるのかナチュラルなのかがちょっとよくわからないですけど、私の予想、ナチュラルな自然を公園にいい感じに改装したのではないかと思っております。めちゃくちゃ歩くんじゃないこれ。これチャリ借りたいな。チャリないか。どうしよう。頑張って行けるとこまで行きましょうか。まだ午前中だしね。行きましょう。うわー、いいね。雨降ってきたな。雨降ってきたよ。まさかの。でもここだったら木があるからね、大丈夫でしょう。うわ、すごい。こっちもさ、ほら何にもないね。ワイルドな森。これはいいわ。こんな中心部から30分ちょっと走っただけで来れちゃう。
面白い国ですね。絶対に普段見ない看板だよねこれ。いないかなクロコダイル。旅っていいな。戻ります。来た道をのんびりまた戻ります。ワニいなかったんですよね。ちょっとね探しながらずっと歩いてたんですけど、やっぱ潜ってらっしゃるのかしら。お会いしたかったですけども、帰り道会えたら動画回したいと思います。はい、というわけでバイクのとこに戻りましょうか。はい、マップ設定しました。シンガポールの北側をやーっと1時間かけて走りたいと思います。はい、行きましょう。1時間のロングドライブです。この交差点ですね。これを左に行ったらもうマレーシアです。あの橋を越えた先。近いですね。日本は島国なんで陸に国境がある、ね、生活じゃないからちょっと違和感ありますけど、大陸は大体こうやってね国境を境にいろんな国がつながってます。陸でね。行きませんけどね。行けませんけど。あんま良くないですね。風も気持ちいいし、道路も綺麗だからすごい走りやすいです。景色見てわーってなる瞬間が北の方はあんまりないから、南は走ってる。でも夜マーライオンらへん走りたかったんですけど、ね、ここ走ったら見れるやろうと思ったらめっちゃトンネルの下だったんです。今日もリベンジしたいですけどね、マリーナベイサンドあたりナイトライブしたり。リゾ
フェリーターミナルに到着しました。なんかちょっとご飯食べれそうなところとか、なんか観光地化されてるっぽいので、なんかちょっとブラッとして見てみたいと思います。じゃあ。ウビン島に到着しました。ここはどうやら自転車をレンタルして巡っていく感じですね。バタフライヒルと呼ばれている場所があるだけあって、養蚕蝶々が飛んでおります。ちょっとミスったかもしれん午前中この灼熱の公園2つは絶対回るべきじゃなかったかもしれん。やばい、これはねミスチョイスだったかもしれん。熱中症になっちゃうここは多分ロードバイク乗る人が自分のバイクを持って運んで走るのが楽しいかもしれん。しんどい迷ったら行った方がいいっていうポリシーで旅してましたけど、無理はしない方がいいまあとりあえずね来てみて、やっぱ無理っていう判断ができたということに合格点を差し上げましょう来なかったらね一生後悔するんで、あの時とりあえず行っときゃよかったって思うかもしれない。まあこれはバイク乗る人が来てさらにバイク乗るというしかも漕ぐ方でっかい木、なんかシンガポールっぽくないですね。マレーシア行ったことないけど、マレーシアに近いのかな。言ったらタイの方が雰囲気近いですね。こういう家とかちょっと年季入ってる感じ、色味とかね、東南アジアを感じますね。シンガポールのキラキラしたネオン街ではなくてローカルな感じで、やっぱ中国色が強いですね。やっぱ私も顔がアジア系なので、まず一発目中国語で話しかけられるんですよね。でもう私の中でも言語がごちゃごちゃになってて、間違えてタイ語で返しそうになって何も言葉が出てこないっていう現象が今起こってます。はい、というわけですまんが戻ります。さっきのご飯マジで美味しかった。カレーうどんみたいなやつ、あれ何なんだろう。多分中国のやつなんでしょうけど、めっちゃ美味しかった。あとパイナップルジュースも飲んで完全に体力が回復しました。しかしですね、残念ながら雷が鳴っておりますこれはねとても良くないです。普通に鶏がいるかわいい普通に鶏おるよ。しかも綺麗なやつ。0.2 開いてまた危ないからやめて、そこそこあかんからねさあマジで蘇った。やっぱね人は飯と水がないと生きていけません。海島離島で死ぬかと思った。本当によかった。ちょっと雨に降られたくないんでね、なるべくもう早く退散したい気持ちです。1時間ちょっとですねかけて1周終えたいと思います。ここからはノンストップで走り倒そうと思ってるので、なんかいい景色が現れたらまたカメラ回します。
見た時